今回は90センチ水槽立ち上げということで水槽を買いました。でん、寿工芸レグラスフラット F90S/B、 今流行りのフレームレス水槽です。僕の家には30センチ、45センチ、60センチ水槽があります。いよいよ90センチ水槽を作りたい。しかし僕は1年間90センチ水槽を買うことをためらっていました。アクアリウムをやっていると必ず浮上する水槽の置く場所問題。家族から90センチ水槽なんてどこに置くの？今ので十分。サイズを大きくするなんて信じられない。アンビリバボーだよ。90センチ水槽って高いんでしょ？今のサイズで十分でしょう。お小遣い3ヶ月分なしよ。なんて言われることは多かれ少なかれ皆さんありますよね。ない？なんて幸せなんだ。アンビリーバボーだよ。ここまで言われることはないとしても、置く場所がないから60センチ水槽や45センチ、30センチ水槽で我慢している人は多いと思います。僕も同じようにコストや設置場所の確保の問題点から長い間90センチ水槽を買うことをためらっていました。ですが冷静に考えてみてください。皆さんが持っている水槽を全て合計したら何センチになりますか？60センチ、60センチ、30センチ、45センチ、45センチ、45センチ、36センチ、36センチ、26センチ、26センチ、我が家は402センチですよ。横幅4メートルのすみだ水族館の水槽とサイズが同じです。皆さんのお家はどうですか？もう90センチで悩んでるのがバカバカしくなりますよ。もう買っちゃおうよ。むしろ120センチ買っちゃおうよ。90センチ買ったら120センチ買いたくなるじゃん。だったら120センチ買っちゃおうよ。こうしてショッピングカートに追加される水槽たち。まあ悩みますよね。そんな僕が満を持して90センチ水槽を購入です。買った水槽はこちら。寿レグラスフラット F90S/B。 結局悩んだ挙句に90センチスリム水槽かよ。ですがこの選択が想像以上にベストアンサーでした。この水槽はコスト面や設置場所、家族の目を気にして大きな水槽の導入をためらっている方におすすめしたい水槽です。この水槽の魅力をたっぷり詰め込んだ動画を作りました。ぜひ最後まで見ていただけると皆さんのショッピングカートに90センチスリム水槽が入っていること間違いなしです。さあ一緒に90センチ水槽を始めましょう。そして家族に交渉しましょう。このチャンネルではアクアリウムに役立つコスパのいい製品を紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。この動画いいなと思ったらよかったらチャンネル登録してまた見に来てください。よろしくお願いいたします。悩みに悩んで買ったのがこの寿工芸レグラスフラットのブラックシリコンタイプです。送料込み9500円で買いました。めっちゃ安いです。90センチ水槽で送料込み1万円切るのは安いです。値段の安さ、これが最終的な決め手でした。早速開封していきましょう。がっちりとしたガーターベルト2本に支えられています。このベルトを持って持ち上げることもできるので持ち運びに便利です。パッケージをオープン。下にはガラスの角を守るための発泡スチロールが置いてあります。底の方にも発泡スチロールが置いてあり安心感があるパッケージです。それでは付属品です。ガラスの蓋、紙、筒、蓋受け、以上です。商品名はレグラスフラット F90S/B。 フィルターなどのオプション品のない製品です。サイズは90センチ水槽ですが高さが30センチ、奥行きが25センチと浅めの水槽です。ガラスの厚さは6ミリです。水槽の容量は約60リットル。水槽本体の重さは 14kg。 非力の僕が一人で持ち上げられるほどの重さです。水槽に水を入れた時の重量は約 70kg 以上になります。それでは外観を見ていきましょう。横、裏、後ろ、前。今主流のオールガラス水槽です。
3年間の保証期間があります。ですが、取扱説明書通りの使い方を守らなければ割れても保証は受けれません。最高水位の線も記されています。このラインを守らなければ3年間の保証は。シリコンのつなぎ目はブラックシリコンで作られています。厚さは 10mm。 ブラックシリコンは水形にシャキッとした印象を与えてくれます。レイアウトコンテストに出す時の写真撮影をするときに水槽の左右に黒い板を貼って撮影するんですが、もともとブラックシリコンで切られていると撮影がはかどります。僕はホワイトシリコンよりブラックシリコンの方が景色が切り取られた感じがしてとても好きです。この辺りは好みだと思いますが、 ADA のようなガラス水槽はライトで照らすと水槽の縁に光が入って縁が光って見えるのでとても綺麗なんです。このシリコン処理の違いで値段が天と地ほど変わってきます。 ADA はシリコンがほとんど見えませんが、この水槽はシリコンがバッチリ見えます。ですがそれが悪いことではなく、 ADA のガラス水槽とはまた違った水形の綺麗さがあるのがこのブラックシリコンタイプだと思っています。シリコンがあまり厚くならないクリアガラス水槽に比べて、このブラックシリコンの厚みがあるゆえに出るシャキッと感と、しっかりと塗られているシリコンに耐久性という安心感を与えてくれます。ガラスの厚さは 6mm です。水槽に入る水量が少ないので、90センチレギュラータイプのような 8mm や 10mm のガラス厚と違ってそこまで分厚くありません。それのおかげで本体の重さは 13.1kg しかなく、普通の90センチレギュラー水槽と違って軽いです。一人でなんとか持てる重さです。設置や掃除がなんとか自分一人でできる重さです。 13kg はそんな重さです。付属品のガラスの蓋はとても綺麗な一枚ガラスです。重たい。蓋受けはアクリル製です。見た目はこんな感じ。 6mm のガラスアーチにぴったりとはまります。動かせるくらいのぴったり感です。ガラスの蓋を設置するとこんな感じ。ガラスの蓋は奥行き18センチ、横幅86センチです。蓋が被らないエリアは 5.6 センチです。この隙間にフィルターや CO2 などの機器を設置できます。サイズは90センチ水槽ですが、高さが30センチ、奥行きが25センチと浅めの水槽です。シリコンの厚みが1センチあるので、実際に見える広さは横幅が88センチ、高さが29センチです。オールガラス水槽で90センチスケールを身近に感じられます。また90センチ水槽なのに水量が少ないです。横幅90センチ、奥行き25センチ、高さ30センチで 67.5 リットル。60センチ水槽は60センチ ×30 センチ ×36 センチで 64.8 リットル。ということで60センチレギュラー水槽とほぼ一緒の水量です。なのでレイアウトを組んでも横幅90センチの割には全体の重さは軽いです。それと床面積あたりの荷重は60センチレギュラー水槽よりも軽いです。60レギュラーサイズと90センチスリム水槽の単位面積あたりの重量を計算してみました。こんな感じです。こんな風に90センチスリム水槽は面積あたりの荷重が軽いです。奥行きが25センチしかないので置く場所にも困りません。奥行き45センチの水槽台があれば後ろ側にフィルターやその他機材を置けます。うちでは奥行き60センチの水槽台を使っています。ですので後ろに30センチキューブの完全放置の密閉循環式パルダリウム水槽を設置しています。このように奥行きがないだけでこんなにコンパクトな水槽に見えるわけです。高さと奥行きが少ない分、すべての長さを足しても145センチしかありません。なので送料も普通の90センチレギュラー水槽と比べて安く済みます。それゆえ重さも軽く、ヤマトや U パックといった一般的な発送が可能です。大型便を使わなくて済みます。中古でメルカリで販売するときにも発送しやすく、160サイズや170サイズで済んでしまう、そんな便利な大きさです。水槽を海外で作って輸入すると本体代金より輸送費の方が高かったりします。なのでこういった水槽が送料込みで9000円程度で買えることは本当に安いと思います。事前に奥さんに90センチ水槽置いてもいいって聞いたら、どこに置くん？置く場所ないでしょうって言われていたんですが、この水槽を買った後に実際に置いてみて、これ90センチなんだけどどう？
って聞くと、意外と小さいね、幅もあって綺麗そうと言っていました。この時点で導入成功です。高さがないからあまり圧迫感がないので、水槽を置いても嫌な顔をされにくいです。こちらが実際の会話です。この水槽でかいと思う？でかいっていうか細長い。これなら置いてもいいかなって感じしない？圧迫感はないよね。高さはそんなにないから圧迫感はない。すごいスリムで、でも横に長くてなんかすごい良さそう。良さそうだよね。あの水槽値段が今12,000円なの。送料抜きね。でこれ送料込みで9,500円。めっちゃ安くない？安い。なんで？何が違うのって感じでしょ。十分だよね、これでね。なんかいいじゃん、おしゃれじゃん、こっちの方が。なんかこのように意外と小さいという印象の90センチスリム水槽です。値段も安いことを伝えるととても好感触でした。これを皮切りに90センチレギュラー、120センチレギュラーを導入していきたいです。ふふふ。皆さんも大きな水槽憧れませんか？憧れはあるけど置く場所ないし、床が心配だし、管理が大変そうだし、あと水槽の値段も高いし、というので諦めている方は多いと思います。僕もその一人でした。インターネットのショップサイトで日々水槽を見て、ショッピングカートに追加しては削除を繰り返していました。悩む毎日。90センチの水槽は何種類かありますよね。せっかくなんでまとめてみました。サイズは大まかに3種類です。90センチレギュラーと言われている 90×45×45 センチ。90センチハイタイプと言われている90センチ、40センチ、50センチ。90センチスリムと言われている90センチ、25センチ、30センチ。90センチ、22センチ、30センチ。などがあります。価格帯はジェックスやコトブキから出ている16,000円から2万円程度で買える水槽。クリアガラスが採用された35,000円くらいの水槽。同じくクリアガラスの最高峰 ADA90 センチキューブガーデン45,000円などが代表的なフレームレスガラス水槽です。水槽本体だけでも高いですよね。もしクリアガラスを選んで大量のソイルや水草、ライト、フィルター、水槽台などを加えたら10万円超えちゃいます。高い。ガラス水槽のメリットはやっぱり綺麗ということです。特にクリアガラスは透明度が高くて、水槽を買うだけで高揚感があります。モチベーションが上がります。ガラスなので丈夫さに信頼があり、縁なし水槽は本当に処理が美しいです。デメリットはガラスゆえの重さですね。美しさと丈夫さは重さを犠牲に成り立っています。90センチレギュラーで40キロから50キロぐらいあります。とても持ち上げて移動するのは辛いですし、水やソイルが少しでも入っているとリセット作業で水槽を丸洗いするのも辛いです。軽さで言ったらやっぱりアクリル水槽ですよね。値段は90センチレギュラーで3万円から3万5千円。メリットは軽さです。10kg ちょっとということで簡単に持てます。それとガラスより耐用年数が長いそうです。そう考えると意外とコスパいいんですよね。透明度も高いです。デメリットはアクリルなので苔取り用のスクレーパーで傷がついちゃいます。同じ理由でプレコが買えません。アルコールが禁止薬剤です。薬剤によってはアクリルが変質してしまいます。あとフランジがついています。地震の時には揺れを防止したり、生体が飛び跳ねるのを防いでくれたりメリットでもあるんですが、フランジがあると水面から流木が飛び出る、そんなレイアウトに少し制限が出るのと、フランジにも対応しているライトスタンドが新たに必要です。レイアウトするならガラス水槽がいいけど、その重量が僕にとっては大きな問題でした。一度大型の水槽を買ったら買い替えるなんてことはめったにないわけだし、最初で最後の1本を選ぶ気持ちで日々悩んでいました。悩みに悩んで、やっぱりアクリル水槽を買ってみようかな。軽さは正義だよね。というか2階でアクアリウムをやっている僕には一番現実的な対応で妥当な選択。スクレーパーとプレコは諦めよう。苔の生えづらい水槽も最近作れるようになってきたし大丈夫だろう。僕にはジヒロスドクターがついてる。大丈夫。よし、90センチレギュラーのアクリル水槽にしよう。選択が失敗だったら中古で売ればいいよね。失敗してもいいよ。
もう十分悩んだよ。ということで買ったのがこの寿工芸レグラスフラット F90S/B のブラックシリコンタイプというわけです。直前まで90センチレギュラー水槽を買おうと思ってアクリル水槽で決心がついていたのにガラス水槽買ったんですか？はい、結局ビビって買えませんでした。チキンです。ありがとうございます。本当に失敗してもいい値段って人それぞれあるじゃないですか。僕はそれがこの送料込みの9500円レグラスフラット90センチスリム水槽だったんです。ちょっと小さいかなと思ったんですが、これが予想外に大満足です。レイアウトをするには十分な大きさです。奥行き45センチって結構奥行きを作り込むのが大変だったりするんですけど、これだと30センチキューブくらいしかないので、後傾層と前傾層の2つのレイヤーだけでレイアウトが組めちゃうんですよね。それに重さも軽くて60センチレギュラー水槽とほとんど変わりません。ですので手軽にワイド感が楽しめます。うまくレイアウトを作り込むと120センチ水槽に見えるんじゃないかなと思います。実際に魚を入れてみると左から右に群れて泳いでいる様子を見て、なんで今まで90センチ水槽を買わなかったんだろう。すごく楽しい。今まで60センチや30センチで味わえなかった開放感がある。すごい楽しい。そう思いました。レイアウトもしやすいし、注水しても60センチ水槽程度の水量だし、横幅が広いから魚が群れて左から右に優雅に泳いでくれます。楽しい。この良さをみんなに伝えたい。そう思いました。多くのアクアリストが大きな水槽にはまる理由がやっと分かりました。この90センチスリム水槽はレイアウト、注水、トリミング、そして維持している様子を今後もアップロードしていこうと思います。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録してまた見てください。動画作成の励みになります。コメント、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。というわけでまとめると、90センチ規格水槽で悩んだら、まずは寿フラット90を買うと幸せになれる。以上です。